皆さんこんにちは。私は南米アルゼンチンブエノスアイレスでミュージシャンとして活動しています西原夏樹です。私が演奏している楽器バンドネオンという楽器なんですけれども、アルゼンチン単語には欠かせない楽器です。私の日々の仕事っていうのがアルゼンチン単語ショーで演奏することなんですけれども、今から仕事に行くところなので、今日はその道のりをカメラを回しながら、少しでもそのブエノスアイレスの夜の街を、紹介できたらなと思っています。黒猫のじじちゃんです。ということで、家から最寄りの地下鉄の駅までやってきました。劇場入りが、21時半、9時半なので、家をいつも9時に出ています。で、この路線はですね、地下鉄 B 線という線なんですけれども、実はここでは日本の元丸ノ内線の古い車両がまだ現役で走っています。ブエノスアイレスは至るところでアートに出会える街なのですが、地下鉄にも駅のホームや構内にアーティストたちによる壁画が施されていて、一駅ごとに個性があってとても面白いです。ここから歩いていくのですが、早速アルゼンチンあるある発見しました。街の時計台の時刻は大抵時間ずれてます。信用してはいけません。ここがブエノスアイレスの中心地点オベリスコに向かうコリエンテス大通りです。この通りはこの街のブロードウェイ通りといいますか、ミュージカルお芝居の劇場が立ち並ぶ通りで、毎日数多くの作品が上映されています。ここがですね、美味しいジェラート屋さんです。ガドレ。みんなアイス大好きで四季関係なく食べます。日本ではラーメンで締めるところをここではアイスで締めるので、今まだちょっと早時間なので人少ないですが、日が回る頃には大行列ができてたりします。ここも可愛いですね。創立95年の老舗のカフェエルガトネグロ、日本語で黒猫ですね。もともとはスパイス屋さんとして始まったお店なので、今も店先にはたくさんのスパイスが並んでいます。こちら来月から公演が始まるみたいなんですけど、タンゴの名歌手カルロス・ガルデルとフランク・シナトラがニューヨークで出会っていたかもという、本当かどうかはっきりしてないエピソードを元にしたお芝居で、どこかで見に行きたいなと思っているところです。見てください、この混みっぷり。今日ですね、実はサッカーのコパアメリカのアルゼンチン戦の日で、テレビ見れるお店はどこも満杯になってますね。なんか土曜日なのに歩いてる人少ないなと思ったら、そうでした、試合の日だからですね。この町にももちろんお寿司屋さんあります。ここはですね、パッションフルーツソース寿司とかありますね。かつてのタンゴの有名オーケストラが夜な夜な演奏していたキャバレーなんかはこの近辺にいくつもありました。今は名前も変わってしまっていて、タンゴの劇場として演奏されなくなっているところがほとんどです。映画館も一昔前まではたくさんありましたが、もう数少なくなっています。ここはその残っている映画館の一つで、今ちょうど邦画で是枝監督の怪物がアルゼンチンでも公開されてますね。この街は南米のパリとも呼ばれたりしていて、今も街の中にこのような美しい建築物がところどころに残っています。ということで、まだまだ歩きます。アルゼンチンはイタリア系、スペイン系の移民が割合として多くを占めていて、ヨーロッパの国々にルーツを持つ人たちが多いんです。で、国民的フードというとピザが挙げられるんですが、ここはガイドブックにも大抵載っている有名なピザ屋ゲリンです。パンのような分厚いピザ生地にチーズがたっぷり乗っているのがアルゼンチンピザの特徴なのですが、週末になるとこのお店はいつも大行列ができてます。今日も行列かなり続いてますね。
このタイミングでなぜ突然 Vlog を始めてみようと思ったかというとですね、普段私がコミュニケーション取ってる人って単語関係の人か、私のことをよく知っている人たちばっかりなんですよね。かなりニッチなものすごく狭い世界で生きていて、いざ私の活動なりを全く別のバックグラウンドを持つ人たちに伝えようとした時に、分かりやすく伝える、思っていることを言語化するっていうのは、改めて難しいなと思うことがありまして、どうしたらうまくなるかなと考えた時に、やっぱりそういう誰かを意識して話すことかなと思って、やっと始めてみました。なんかいますねなんか撮影しながら絡むとお金取られそうな気がしたので、ちょっとこっそり後つけてますということで、続くかもしれないし続かないかもしれないんですが、やらないよりはいいかと、とりあえず始めてみますので、よろしくお願いします。見えてきましたね。この奥の白い塔がブエノスアイレスのシンボルにもなっているオベリスコです。何かイベントごとの時、例えば、サッカーのワールドカップの時にはプロジェクションマッピングで選手たちの顔だったり国旗が投影されたりしてました。でこの大通りがヌエベ・デ・フリオというんですが、世界一幅の広い大通りらしくて、トータル12車線走っている通りです。でそろそろ劇場に近づいてまいりました。私が演奏している単語ショーは観光客向けの劇場で、男女ペアの単語ダンサーが6組、男性歌手、それからマランボと呼ばれる民族舞踊のダンサーが3名、バンドは60奏でいつも公演を行っています。単語ポルテーニョというところなんですが、こちらです。私はこの劇場付きのミュージシャンとして働き始めたのがちょうどパンデミックが明けた頃ですね。2021年の12月からなので、だいたい2年半ぐらいになります。営業日は月曜から月曜まで週7で、私も基本的には毎日ここにいます。休みたい時や他の仕事が入った時に代理が見つかれば休めるという形で働かせてもらっているので、自分のペースで働ける場所ではあります。毎日大変じゃないと聞かれることもあるのですが、どの国にいても音楽で生活していくということは大変なことだと思うので、こうして好きな音楽、単語を演奏して生活できているのは本当にありがたいことだと思っています。開演前の劇場の中の様子を少しお見せしたいと思います。もともとはここは映画館だったところを改装して単語ショーの劇場にしているので、収容人数としてはマックス800人入る劇場です。でショーが始まる前にディナーを取ることもできるので、もうすでにこうして皆さんお食事やワインだったりを楽しんでもらっている時間ですね。今日は週末なので、お客さんもたくさん、来てくださってます。でこちらが演奏するステージですね。というわけで、ブエノスアイレス夜散歩、最後までご視聴くださりありがとうございました。今後もブエノスアイレスの街の魅力など、発信していけたらいいなと思ってますので、もしご興味のある方はよかったらチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。それでは、お仕事行ってきます。